皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。固定化酵素とは、触媒機能を持つ酵素を繰り返し利用できるようにするため、これを固体材料に保持させたり、小さな空間内に閉じ込めたりする技術です。実用化のための研究は1950年代から始まり、1990年代まで世界中で盛んに行われ、現在は沈静化しています。これに伴い、理論的研究が盛んに行われました。この時構築された理論は、反応を伴うシステムにおける数式モデリングがどのように行われるかを理解するのに大いに役に立つと思います。そこで本章では、固体材料に固定化した酵素システムにおいて、数式モデルの立て方、式の解放、解析方法などを説明します。今回は固定化酵素反応へ影響を及ぼす因子について述べます。本動画でお話しする固定化酵素は、単体として固体材料を用いるものです。この場合の固定化酵素反応形は大きく2つに分けて考えることができます。一つは、酵素が単体の外表面に固定化された表面固定化酵素形。もう一つは、酵素が多構成単体の細胞表面に固定化された細胞内固定化酵素形です。これらの反応形に影響を及ぼす因子をこの表にまとめました。数式モデルを立てる場合、式の形はこれらの因子に応じて変わります。そして因子の影響が計算結果に現れます。それでは各因子について順番に説明します。1番目の因子である酵素が固定化される単体上の場所について述べます。今、細胞がない直径 1mm の球状粒子に酵素を固定化し、これを1立方センチメーターの空間に充填することを考えましょう。この場合、酵素を固定化できる場所は粒子の外表面だけです。簡単に考えると、1立方センチメーターの空間に1000個の粒子を充填することができるので、固定化のために有効な表面積の総和は 3.14×10 のマイナス3乗メーター2乗となります。一方、同じ大きさで平均最高径が100ナノメーターの多構成球状粒子の場合、1グラムあたりの最高表面積を20平方メーター、見かけ密度を 1.45 グラムパー立方センチメーターと仮定すると、粒子1個あたりの最高表面積は少なくとも 1.52×10 のマイナス2乗平方メーターと見積もられ、1立方センチメーターの空間に充填できる1000個の粒子では15メーター2乗となります。この値は外表面の面積よりも4700倍も大きな値です。このような理由から酵素の固定化は単体の最高表面を利用して行われるのが一般的です。しかし、口述するように細胞内固定化酵素による反応では、基質が細胞内を拡散する際の抵抗により反応速度の低下が起こります。次に、
2番目の因子である単体の形状について述べます。表面固定化酵素系では、単体の形状がどのような場合でも、通常は酵素が平板の表面に固定化されているものとし、単体の形状の違いを考慮しません。この違いは非表面積の大きさで処理されます。一方、細胞内固定化酵素系では、無限に広い表面を持つ平板、無限の長さを持つ円柱、球の3つの形状に分けて解析します。続いて3番目の因子である拡散抵抗について述べます。表面固定化酵素系では、基質は液本体から単体外表面まで移動した後に酵素の作用を受けます。反応液が十分に混合されていないとき、固定化酵素単体のごく近傍には、強膜と呼ばれる基質や生成物の濃度が急激に変化する領域が生じます。この層の厚みは単体の径に比べると非常に薄く、数十ミクロンメーター程度と言われています。しかし、強膜の存在は確実に反応速度へ影響を及ぼします。強膜内の濃度変化は、第1章1の13で述べたフィックの拡散則に基づき、図に示すように直線で近似されます。一方、細胞内固定化酵素系では、液本体から強膜内を通って単体の外表面に到達した基質は、続いて単体の細胞内を拡散した後に酵素の作用を受けます。この時、細胞内の拡散速度は細胞の構造により影響を受けて遅くなります。このため、強膜内での拡散とは区別し、細胞内拡散には有効拡散係数と呼ばれる細胞構造を考慮した乗数が使われます。強膜内の拡散を強膜内拡散、または外部拡散、単体細胞内の拡散を細胞内拡散、または内部拡散と言います。また、強膜内拡散にかかる抵抗を強膜内拡散抵抗、または外部拡散抵抗、細胞内拡散にかかる抵抗を細胞内拡散抵抗、または内部拡散抵抗と言います。強膜内の基質濃度の分布は、表面固定化酵素の場合と同様に直線で近似されます。一方、細胞内では基質の拡散と反応が並行して起こるので、基質濃度分布は特別な場合を除き、図のように曲線で表されます。最後の因子は静電的相互作用です。基質と単体が異符号の電荷を帯びている場合、基質が単体に引き寄せられて物質移動速度が増加します。これにより、酵素周辺の基質濃度が増加し、反応速度は無電荷の場合よりも増加します。逆に同符号の場合、基質と単体間に反発力が生じ、基質が酵素の元へ到達する速度が遅くなるため、反応速度は無電荷の場合よりも低下します。このように、電荷を帯びた基質と単体は静電的相互作用により基質の物質移動速度へ影響を与えます。この影響は
見返り数乗数の変化として現れます。拡散抵抗だけでなく、静電的相互作用により反応速度がどのように変化するかを予測できるのは、数式モデリングの醍醐味であると思います。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。